どうも南道15男です。今回ですね、世界三大工作機械展の一つジムトフ2022にやってきました。今からね取材していくわけなんですけども、ブース数が、多すぎてですね、全部取材しきれないということで、今回はですね、日本物流新聞社オンラインさんのご協力のもと、数社ピックアップして皆さんに、ご紹介したいと思います。こっち。日本物流新聞オンラインは、ものづくりを支える工作機械、工具、ロボット、産業機器などの情報から住まい、暮らしのニュースまで、特集やニュース、インタビュー、動画などを通じて情報を日々配信しています。詳しくは概要欄の URL よりご覧ください。はい、というわけで松浦機械さんのブースにやってきました。ご紹介お願いします。松浦機械のブースはですね、5軸マシニングセンターと多面パレットチェンジャーの組み合わせによる安心簡単5軸の自動化無人化と編集変量生産長時間無人運転対応の5軸をご披露していただいています。黄色いワークはですね、最大ワークサイズとなります。それぞれ大きいのから小さいのまで各種取り揃えております。全部で8機種ありますが、今回は最新機種4機種を展示会場に持ってきておりますので、ごゆっくりご覧ください。はい、パレットチェンジャー付きの5軸加工機を作られているということですね。この黄色いワークがそれぞれの機械の最大ワークサイズとなっている、そういうことです。で、僕またあまり知らないので詳しくお聞きしたいと思います。松浦機械では1991年、今から31年前からですね、5軸の無人化に取り組んでおります。世界中で5軸の無人化の機械が動いておりまして、世界中のお客様から自動化無人化について非常に助かっているという声をたくさんいただいております。これはその一例となります。ユーザーボイスということで、日中に段取りをしておいて、その間もう夜中もずっとパレットチェンジャーで機械が加工し続けていると、止まらない機械っていうのがコンセプトですね。そうですね。昨今の人手不足、働き方改革にも対応しておりまして、週末無人運転もできます。はい、こちらが松浦機械さんの最新機種ということで、ご紹介してもらうと思います。はい、これが松浦機械の最新モデル、5軸の最新モデルの MAM7242V というモデルになります。機種名の72というのはですね、24時間3日間72時間無人で駆動することを目標に作られている機械となります。3日間。そうですね。すごい。で 42V っていうのはですね、搭載できるワークの直径がですね420丸までのワークサイズが格納できるというモデルになります。そちらのパレットチェンジャーが特徴ということで。そうですね、機械がここまでありまして、パレットチェンジャー自体はこう横幅2メートル以内に収まるサイズでですね、先ほど言った420丸のワークがですね、これ立体形状になっておりまして、ここに32面格納することができます。最大32個のワークが入るということですか？そうですね。32個のワークを24時間駆動させまして3日間稼働できるというシステムになっております。すごい。両持ちのゆりかごタイプになってますね。ゆりかごトラニオンタイプになっております。なるほど。すごい。ATC とかはどんな特徴があるんですか？機械の裏側に、これマトリックスマガジンで言いまして、横縦に並んでおりまして、この機械では330本ですけど、オプションで最大530本まで格納できる。32面のパレットに対して十分な工具本数を格納できる機械となっております。いろんな部品の製品がもうこれ1台で加工できるよってことですね。そうです。500本も工具買おうと思ったら工具代の方が高くつきそうですけど、そうですね。なかなかすごい機械ですね。ありがとうございます。はい、続いてはですね、ケロさんも購入されたブラザーさんに来ました。ご紹介お願いします。はい、ブラザー工業のブースになります。こちらですね、小型のマシニングセンタースピーディオですねに特化した、ブースになっておりまして、高い生産性、そして環境性能をですね、お客様にご紹介をさせてもらっております。はい、
まあ、小型のマシニングで、まあ、それなりにパワーもあるということで、はい非常に人気のある機種ということで、はいご紹介いただこうと思います。お願いします。お願いします。はい、というわけでブラザーさんの最新機種の前に来たんですけど、これはどういったものなんでしょうか。はい、こちらの U500XD1 はですね、はい大型のロータリーテーブルを搭載しておりまして、はい Π500 の軸をですね、はい、おお、 A 軸 C 軸振り回せるような形になっております。五軸加工機ということはいですね。そうですゆりかご式のタイプとなっていると。はいおー、で機械幅が 1.6 メートルと非常にめちゃくちゃちっちゃいですよね。はい、そうなんですこういった1.6メートルコンパク。トの中にこういった大型のワークを搭載することができます。工場の空きスペースなんかに入れてもらって有効活用してもらおうとはいいう機械ですね。さらにですね、こちら新しい制御を積んでおりまして D00 制御という制御になっておりまして、はい。まあ例えば、まあ、タッチパネルにまずなってるんですけども、まあ、あとはお客様がこう使い勝手がいいような形で、例えばサイクルタイムをこう短くするようなアプリが搭載されたりとか、そういったまあお客様のこう使い勝手をさらにこう向上させたような最新の制御になっております。前はタッチパネルじゃなかったですよね。そうですね、前はこういうハード機タッチパネルになって、あとさっきの加工時間が短くなるような。そうですね、サイクルタイム短縮設定というのを例えば押すと、こういったサイクルタイムを短くするようなこうネタがこういろいろ入ってますので、なるほどこれを選べばサイクルタイム短くできます。はい特に難しい操作なくでもそうです短くできるという。はいそうですなるほど、はい面白い。続いてこちらがですね、今回の目玉と言ってもいいスピーディオの新商品となっています。どういった特徴があるんでしょうか。はい、こちらの M200XD1 は線索機能もついた複合加工機マシニングセンターになってまして、最大の特徴は同時5軸機能をですね、初めて搭載した。同時5軸今までブラザーさんって同時5軸はなかったですよね。そうですね一気に5軸ですよね。はいそうですね今回は初めて同時5軸プラス線索機能もついたと。そうです。おーはい。これはなかなかいいですね。サイズはちょっとちっちゃくなりました。いやサイズは一緒です。あ一緒ですかはい、6インチ相当の着が載せれるような、はい、ものになってます。なってると。はいでこのサイズ感ですね。外観がそうですね。外観1.4メートルですね。 1.4メートル。はいさっきのよりもちっちゃくなってるんですか。そうですね。さらにおすごい小さくて、で28本マガジンを搭載しておりますので、まあ線索とマシニングと両方の工具が搭載できる。なるほど。はい。このサイズ感で同時5軸で線索もあって贅沢仕様ですね。そうです。もう工程集約やジョブショップ量産いろんなお客様に、はい対応できる機械になってます。今このワークついてますけど、はい多方向から加工ができて、はいワンチャックでいろいろできるという。はい、おっしゃる通りです。なるほど。傾斜軸がまあ A 軸 C 軸とありまして、はいで。まあ、マシニングとしても使えますので A 軸の旋回範囲も120、30度といったあそんなにいける形でいろいろな形方向から斜め穴もできますしでいろいろな方向から線索 A 軸0度でも線索 A 軸90度でも線索できますのでそのいろいろな方向から加工してはいはいはい切り崩し処理だったりとかなるほどいろんな面で、はい、使い勝手よくなってます。すごいいい機械ですね。1台あればいろいろできるということです。はい、おっしゃる通りです。なるほど。はい、はい、続きまして岡本工作機械製作所さんのブースにやってきました。こちらは何をされてるんでしょうか。はい、ありがとうございます。岡本工作機械はですね、はい総合塗料加工機メーカーとしまして、平面検索板、内面検索板、円筒検索板、それだけじゃなくて門型も複合も全部検索板を取り扱っている総合塗料加工機メーカーなんですね。全部の検索。そうです。もう検索塗料加工というところは全て行っております。おお、なるほど。これはどういったものなんですかね。これがですね、実は業界初ですね、この成形検索の砥石を交換しながら、一般塗料なんですけれども、それを交換するっていう。しかもこれが共同ロボットでやってるというような展示ですね。はいはい、共同ロボットなんで、ぶつかったりしても安全ということはい、ですね。柵いらないです。おお。で、ワークの交換もするし、はい砥石の交換もできるというこそうですね、ワークもハンドも砥石も交換しちゃいます。と。おお、なるほど。もう全自動で。全自動ですね。わあ、すごい。でこの子台車になってまして、本当だ。取っ手がついてる。はいそうなんですよね。生産設備のこう自動化っていうと一回入れちゃうともう、そのまま動かなくなっちゃうんですけれども、この仕事がいつまで続くか分かんないというお客様もいるので、これでフレキシブルに移動ができるようなロボットとなってます。結構可愛い動きします。これも作られてるんですか。これがですねグループの会社に技研っていうところが我々神奈川県にありまして、はいはい岡本では全部グループ内で自動化をお客さんに提案してます。へえ。そこがグループでつながってるんで、情報とかもスムーズにいって、はないんかトラブルがあったとしても対応できるようになってる。そうですね、システムインテグレーターも社内にいますので。なるほど。こちらの機械はどういった機械なんでしょうか。はい、こちらはですね精密平面検索板といいまして、はいサイズですとこの1200ミリと600ミリのサイズが乗る、機械ですね。その以内の加工を出したら全てできる平面検索板になってます。平面検索板と。はいおちょうど今机上計測を行ってまして、ーはいはい。このワークって毎回この重たいものを測定室まで持ってってはいはいはい測らないといけないんですけど、もう加工が終わったら外さずにそのまま測定して、なるほど。それで工程を集約しようというのが我々のコンセプトです。もうこの機械で完結できるようになってるってことですか。そうです。わ、すごい。
いや検索機器って使ったことがなくて、はいあんまりこうどういったことがすごいのかって分かんないんですけど、あこの機械的にははい新商品だと思うんですけど、はい従来のものとどういったことが違うとかってありますか？はい、マシニングセンターとかと比べますと検索板って平面度とか幾何交差を出すために使われるんですけれども、はいはいはいまあ、平面度大体1ミクロンを切るような加工ですね、はいはい、0.0001ミリをこのサイズで出してしまうような加工とか、まあ、このいった表面のビカビカの加工ですね、ダイヤモンドホイールを使った加工ができたりします。あ、そっか、この面積でその精度が出せるってことですね。はい出せます。その精度を出すためには機械の合成だったりとか、はいまあ、機械自体もその精度より上で作らないといけないと思うんですけど、まあ、結局我々も手動面は木下げを使ってまして、そうだね、はい、下げをして、まあ、機械の合成をしっかりやって、このすり合わせをして基準面とかすり合わせして、このワークを加工できるようになってると。はいそうですなるね。ほど。でさらにですね、今はい回新機能でこういった操作盤がこう動いたりですね、これがあるとですね、加工物、今までこう遠いとこういう作業になっちゃうんですけども、はいはいはこう近づきながら作業ができたりですね、い。おお。あとペッパーハンドルにこうやって座標軸がつくようになったので、ああ、わかりやすいですね。そうなんです。この機能って意外となくいやて、ないないない。これないですよね。これよくマシニングとかでもありますけど、ここに液晶があるってないですね。ないんです。なんだこれをこのまま見たままここで作業ができるっていうのは非常に実はコンセプトがあってですね。すごい。だってこれ普通だったらこっち見てこっち見てってね。そうなんです。もうこの作業。業になっちゃうんですよああ、ね。なるほど。それがもう面倒くさい。いという。なんか全部についてもいいような機能ですね。はい。まあ、今後我々のオプションでこれは販売を開始させていただきます、ね。あ、そうなんですか。はいおお、すごい。あと1個だけじゃあ最後いいですか。はい、どうぞどうぞ。すいません。実はこっちのパソコンの方なんですけど。あ、これですか。はい。はい。この測ったデータ、机上計測ってもうどの会社様もやってるんですけど、我々はですね、一歩先を自動化に進めてまして、はい。測定するとこう高いところと低いところって分かるんですよ。はいはい。で、まあ検索板ってこう加工していくんですけども、ここの低いところって砥石が当たらないから無駄な動きなんですね。はい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 。まあ、つまりお山のてっぺんから加工していった方が加工早く終わるっていう。そこだけやればいいってことですね。そうです。最初に。だからこうやってだんだん広がっていってスタートをかけるとこう勝手に広がっていくストロークがっていうような加工ができます。これを AI でやってます。はい、全自動です。すごい。人間はもうスタートを押すだけ。すごい短縮になりますよね、加工時間の。なるほど。まあ、ワークもばらつきがあって、まあ、こっちが高い、あっちが高い、そうですそうですあるから、最初にここだけ取っちゃう。で、その後平面出たら全体を鳴らしてあ平面出す。さすが。そうです。なるほど。これ新しいですね。はい、これお客様も 20% のサイクルタイム削減とか、もっと反ってる枠だとたくさんもっと。ですよね。はい。おお、なるほど。これはいい機能ですね。はい、こちらもぜひ、見に来ていただければと思います。ありがとうございます。続いてはですね、JBM エンジニアリング株式会社さんに来ました。ちょっと正直勉強不足で存じてないんですけども、今回小谷社長に来ていただいたんでご紹介していただこうと思います。お願いします。はい、こんにちは。JB エンジニアリング株式会社の小谷と申します。弊社はですね、ここに書いてますマスターキャムというですね、はいはいはい、CAD キャムのソフトウェア、これを中心に販売している会社でございます。まあ、エンドユーザーさんは1万社を超えます。おお、すごい。はい。非常にたくさんのお客様にですね、ご支持をいただいてですね、まあこういう工作機械業界のね、発展になんとか寄与したいなというふうに考えている会社でございます。ありがとうございます。じゃあちょっと詳しくソフトの方を見せてもらおうと思います。お願いします。はい。ブースの中に入ってきたんですけど、マスターキャム2023のご紹介をしていただこうかと思います。マスターキャム自体は僕も学生の時に使ったことがあって、すごい古い機械だ、古いソフトだったんですけど、最新機種、最新バージョンということで、ご紹介お願いします。はい。まず5軸ですね。同時5軸の機能なんですけれども、昔からバリ取りというのがあります。はい、でこちら普通に3軸加工ですね。XYZ の3軸加工をやりますと、まあこの、今ちょっとパラメータ出てますが、はい、ここの面取りの部分ですね。これを通常ボールエンドミルで面取りしましょうとなると、まあその部分何回かピッチですね。細かく刻んでいきますので、今画面の方シミュレーション出てきますけれども、まあ同じところを上から下に下るような形で何回もちまちまいかないといけないですよね。でせっかくの5軸の機械、マシンですので、まあ、そういったところをちまちまいくんではなくて、もう一発で工具の横っ腹ですね、工具の横を使って、なおかつ工具を傾ける、もしくは物を傾ける、そういった形で、そういったところですね、一発で取ってしまおうと、まあ、こういったところ工具軸の工具の接触位置なんかも設定できます。どこを使いますか、ね、そういうことですね。はい。でこれで見ていただくと、先ほどは上から
ちまちまやってましたが、今回は工具の横っ腹ですね、ここを当てて、ちょっとした面取りであればもう1回で取ってしまおうと、なるほど。こういった部分が、今回のバージョンで、強化されてきてます。加工時間めちゃくちゃ変わりますよね。めちゃめちゃ変わりますね。はい。であとはこの工具接触位置なんかで、0、100と波長でパーセンテージになってますので、上の方に持っていきたければ70、80%入れていただくと、シャンクに近い側で合成のある方で加工もできますよと。5軸機であればこういったコントロールもできるんじゃないかなと。これが新機能なんですか？これが23で、新機能として入ってきてますね。であとは、別のやつもある。であとはこういったテーパーの、パスでもバレルでもできますね。であとはこういった裏面取りなんかにも対応してます。結構これ作るの大変なんです。これはすごいよ。結構CADが大変なんですけど。これ本当に危ないんですよね。まっすぐ上げちゃったりすると干渉するし、衝突にする恐れがあるんですけど、これ自動で、簡単にできます。これも。すごい。ちょっと前までは図形書いたり線書いたりで結構手間暇CADの作業あったんですが、簡単にこれもできるようになってますので。めちゃくちゃいいですね。これ一本の工具でいろんな加工ができるってことですもんね。地味なんですけど結構いい機能です。これ大事ですよ。要は後処理で手仕上げが減ったりするわけですから、できるだけ機械でやっちゃおうっていうコンセプトはすごいいいと思います。なるほど。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、先ほどのですね、マスターキャムで作った、ワークがこちらということで、すごいワークですね。はい。これどういったコンセプトというかものなんでしょうか。そうですね。今回うちのブースではですね、こういった形でいろんなツーリングメーカーさんと、コラボレーションして、マスターキャムのツールパスをいかに効率よく実現できるかということでコラボレーションして、これに関しては、刃物がOSG さんで、このチャックですね、スリムハイドルチャックっていうのはこの NT ツールさんですね。こういったものを使って、今ここにあるようになかなか怖いようなところ入ってるんですけど、こういったものをこのスリムチャックによって干渉せずにできると。でこれだけ複雑なものを加工できてるよって。マスターキャムで作る。そうです。ツールパスは全てマスターキャムで5軸のパスも含めてですね、全部やってるっていう形です。なるほど。すごいですね。なかなかキワキワいきます。キワキワですよね。うわ、これも干渉チェックが入ってるんで、もちろんマスターキャムの中で全部干渉チェックで、もしぶつかるようなことがあればパスを中断してってことですね。これがなかなか工具がね、あまり長くやるとどうしてもビビりとか発生するんで、やっぱりこういうスリムのものを使って工具の突き出しはもう最小限にして綺麗な加工にするっていう形。工具もすごいし、ホルダーもすごいし、キャムもすごいっていう3つの会社の技術が詰まった一つの例ですね。コラボレーションして初めて効率のいい綺麗な加工ができるというところを提案しているという形です。なるほど。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい。はい、続きまして AI ソリューションさんのブースにやってきました。こちらはどういったことをされているんでしょうか。はい。弊社はですね、こちらの主力ソフトハイパーミルとマスターキャム、そしてシミュレーションソフトのベリカット、この3つの、主力製品をですね、販売サポートさせてもらってます。弊社は特にですね、アフターサービスサポート面こちらにちょっと力を入れてまして、しっかりと立ち上げ支援を行っている会社でございます。なるほど。実はですね、僕サラリーマン時代に、お付き合いがありましてですね、ご無沙汰しております。実際にハイパーミルのサポートを受けたことがあります。その時もですね、めちゃくちゃ親身に対応してくださって、このパスってどうやって出したらいいんですかみたいなこととかすごい、教えてくれたんで、めちゃくちゃ力強いサポートが受けれると思います。はい。その節はお世話になりました。ありがとうございます。じゃあ詳しくソフトについてご紹介いただこうと思います。お願いします。こういった形で実演をやっております。今日はこの3つのソフトの中で、主力になりますハイパーミル、こちらをちょっと簡単に紹介させていただきたいと思います。こちらのソフトはですね、特に5軸加工にちょっと特化しているソフトになりまして、ちょっと簡単に5軸パスっていうのをちょっと見ていただきたいんですけど、非常に、簡単な操作で、最適な5軸パスを作れるっていうのが売りになっております。5軸の設定って複雑になりがちなんですけど、ハイパーミルはですね、自動っていうモードで、簡単な設定で、行うことができます。なるほど。じゃあちょっと動きをちょっと見ていただきましょう。5軸のキャムって難しいんですよね。そうなんです。そこをですね、ある程度、自動でやることによってお客様は楽できますし、非常にですね、機械の動作をスムーズな軸制御っていうのを作ることができます。
もうこれ干渉してないわけですそうね。です。で、これ機械のシミュレーションもこういった形で見ていただけます。機械同士がちょっとぶつかってしまうっていうのもこう未然に防ぐことができますので、安心してこちらの NC データをもう機械に流していただくことができるソフトになっております。これ自動はいいですね。角度とか指定しなくても、そうです。もう自動でやってくれると。もうその傾斜角っていうだけで、やってくれますので、あとはぶつかってきますよっていうのも干渉回避とかできます。で、機械の方がこうぶつかるっていうのも分かります。なるほどなるほど。事前に衝突を防げるということですね。はい。こういうソフトになっております。なんか動作すごい軽いですね。そうですね。非常にパソコンもねそれなりにスペックは求められるんですけど、このソフト自体非常に軽快な動作をしますので、サクサクできます。なるほど。いや懐かしい。じゃあぜひ。5軸パスは使ってなかったんですけど、3軸だけだったんですけど、ハイパーは使ってたんでめちゃくちゃ懐かしい。そうですね。5軸って言ってますけど、このソフトの本当の正体はですね、2軸加工から同時5軸までが一貫した操作で行うことができるっていうソフトになっています。特にですね、5軸特化しているところが飛び抜けてるんですけど、本当の正体は使っていただいてた2軸3軸のところの延長線上で5軸ができるソフトになっています。非常に使いやすいソフトなんで、皆さん使ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで次はマーポスさんのブースにやってきました。ご紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。マーポスの太田です。マーポスはですね、イタリアに本社がある精密工作測定器メーカーとして、精密測定メーカー。測定メーカーですね。最初検索板とかにつけるインプロセスゲージとかそういったところから始まって、自動車メーカーさんの製造機器について日本にたどり着いて日本法人ができてっていう形で、大きくなってきた会社です。で、今回私はその中でも工作機械なんかに載せる机上測定器とかそういったものを担当しております。はい。こちらが新商品の。はい。こちらが VTS の SF45 というものでして、CCD カメラが中に入ってまして、工具の影を写真で撮ります。そうしてこうですね。ちょっと絵がこんなものなんですけど、カメラで工具を写真撮って影を判別して。それを外径だったり長さだったりっていうものとして工作機械にフィードバックをかけて計測するというものです。白いところが壁紙みたいなもので、黒いのが工具ですよね。はい。それを陰影で測定していると。でこれを取るのにその工具を加工状態に近づけるために実加工4万回転とか回転させるんですか？回転させます。使ってたのがもともと金型業界さんで。細いツールとかをレーザーの工具測定器とかで測ると、レーザー光のが大きくて測れないとか、そういったところを解消するために作られたもので、もちろん実加工状態にしないと軸の伸びが取れないので、限りなくその加工状態に近づけた状態で写真を撮って、なおかつその回転数に同期をさせてシャッターを切って刃物を例えば2度ずつとかそういった形で撮って2度ずつ撮った時に210枚ぐらい写真を撮るんですけど、その撮った中からこういう写真とかこういう写真とかあるんです。一番太いところと長いところを選んで出力するということをやってます。エンドミルの刃のところをちゃんと撮りたいのに、なんか母材のところに撮っちゃったってならないようにいろんな角度で撮るようになると。すごい黒いのがそうですね。これで工具を近づけてくると。はい、工具がカメラの中に入ると、大体の位置をまずスキップ信号で検出して、位置決めをします。この状態でもう一度カメラで撮影を行っています。もう撮ってるんですか？はい、今撮ってます。で、結果が多分そろそろ左に出てきます。このモニターに今結果が表示されてて、これが長さですね。オールエンドミルの円弧ですね。今2回目が外径の横の刃の部分。ちょっと長くてカメラに収まりきらないので、まず長さを取ってその後に外径を取ってる。なるほど、2回取ってるということですね。もう終わったんですか？これで終わりです。でも計測値が入っちゃってるって形。その計測値っていうのは、機械の中に入る。ツールテーブルにそのままオフセットで入ります。中に入っちゃうみたいですね。すごい。そのまま加工に移っていただいて、誤差なく削れるみたいな形ですね。よく
手動の式のやつだと自分で手入力しないといけないんで、その時にコンマの位置をね間違えたりとか、ゼロを付け忘れたりとかして測定ミスになってたりするんで、それがないっていうのはすごいいいですね。全て自動なので、だから夜間とか、あとはその土日とか、人がいない状態でもどんどん次の段取りに進めることができるんで、機械の稼働率が上がったりとか、生産性を上げるのには、使っていただいてますね。加工の途中で測定したりとかもできるわけですね。そうですね。あとは新しいというか最近よく言われるのがこれ刃物以外にも砥石も測れるんです。あ、そうなんですか。はい、よろしければやりますけど、はい。あ、じゃあいいですか。はい。砥石？CBN 砥石っていうこういう筒のやつなんです。はい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 。レーザーとかだと砥石って表面がデコボコしてて、そうですね。割と誤差が出やすいんです。はいはい。なんですけど、これはカメラで影が映るところを捉えるので、砥石のその一番まだちょっと切り替わってないですけど、出っ張ってるところを捉えられるので、結果的に安定してますね。で、砥石の場合はドレスって言って、その砥石の形を整えたりっていうこともやられるんですけど、それをやる前にまず人手で測らなきゃいけないとか、そういった時にも機械の中でできれば外して測ってつけてみたいなのの手間を全部一番最初からもう機械で測れる。そういうことです。で、その仕上がりの確認ももちろんできますので、人の手間をだいぶ減らせます。ドレスだと特に砥石自体も減っていったりするんで、細くなっていったりするんで、それも途中で測ったりとかして、その誤差をオフセットして機械で動かすみたいな。敷地を決めて、これ以上細くなったらもう使わない NG ですって止めることもできます。おー、すげえ面白い。ありがとうございます。はい、続いてマグネスケールさんにやってきました。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。今回はどんな展示をされてるんでしょうか。はい、まずじゃあマグネスケールの紹介をちょっといたします。マグネスケール、名前がもう磁石マグネなんですけれども、主にやってるのがフィードバックスケール、工作機械のフィードバックスケールですね。それと回転のエンコーダー、それと半導体向けのそのレーザースケール、それと今こちらがご紹介するデジタルゲージという計測するものをこの3本柱でやってます。じゃあ詳しくちょっとご紹介いただきたいと思います。まずこれは何なんでしょうか。はい、これは、来年23年の春に発売予定のレバー式ゲージというものです。シリーズ名称ミューメイトプラスというんですけれども、普段こういうレバー式テコ式のこういうものを使ってると思うんですけど、これの分離タイプのものです。分離タイプ。はい。こちらにこのプローブを当てていただいて、表示器はこっちにあるタイプです。ああ、なるほどなるほど。覗き込まなくてもいいってことですね。そうです。で、やっぱり一番ネガティブな部分は見づらいとか、アナログでこうなんていうんだろう、針の感じが分かりづらいとかいろいろあるので、もう表示を完全に分離して明るく見やすい表示にします。デジタル表示でデジタル表示で見やすくなってると。暗いところでも見やすいってことですね。見やすいですね。あとはこっちの内部の機構ですと、こういうものって歯車が入ってて、こうバックラッシュが必ず発生するんですけど、これは歯車一切使ってないです。なので戻り誤差がすごくいいです。そうなんですか。はい。すごい。歯車の代わりに何が使われてるんですか。歯車の代わりに直動機構を使ってまして、こういうテコの動きを直動に変える機構が入ってます。スライドみたいな。はい、スライドするタイプ。すごい。で後ろにセンサーがついてまして、直動の動きを読み取ってます。読み取ってる。はい。はい。続いてはこれはさっきと似たような感じだと思うんですけど、どういった商品なんでしょうか。いや、同じものです。同じものなんですか。同じものです。何が変わったんですか。だからこっちのがこう説明しやすいかな。そうですね。なるほど。同じ先ほどの続きみたいな。続きなんですね。すみません。申し訳ないです。続きだったそうで同じもので。で、これは今ワークのこの平面を測ってる。ワークの平面ちょっと傾けてるんですけれども。傾いてあるんですか。ちょっと少し紐を入れて浮かしてます。で、こう回転をさせるとですね、数字が変化していきます。で、これ今ラインチャートで見れる表示なんですけど。すごい。グラフがこう出てるんですね。グラフがチャートで出る。だここにセンサーピックがついてて、このワークのここを測ってると。すごい分かりやす。すごくいいと思います。今こんなんなってるんですね。全然知らなかったです。で表示なんですけど、このようにですね5種類表示がありまして、こういう従来のアナログメーターのようなものですとか、こういう横のバーメーター、それともう全部表示。
もう表示だけでええわという、はいはいはいはこれもミニマムマックスリアル PP と、すげえ。まあ、特に PP 必要じゃないですか。 PP って何でしたっけ？ピークトゥーピークです。ピーク、はいはいはい。面の一番下と一番上の加算ですね。はい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 。どれぐらい触れてるか。差があるかってこと差があるか。はいはいはい。あとは今これ見ていただいたラインチャート。はい。あともう一つ円ですね。これは時間で 3rpm でプロットしていって、例えばこう3って設定すると、はい、そうすると角度同期ではないんですけど、なんとなくこの円の深円度が見れる。深円度見れるんですか？はい。すごい。そういうモードですね。データも取れるわけですね、当然。データ取れます。うわ、めちゃくちゃいいですね、これ。で、もう一つの特徴が無線でデータ飛ばします。無線でデータを飛ばせる。はい、Bluetooth です。Bluetooth、ここでスマホが置いてありますけど。スマホありますけど、私どもで用意したのが今ミューメイトリンクっていうそのキーボードアプリというものと、ミューメイトモバイルという計測用のアプリ用意してます。で、まずこちらご紹介しますけれども、これ見ていただくと、iPhone のメモ帳なんです。ここ LINE でもいいですし、メッセンジャーでも何でもいいんですけど、ここに今カーソル来てますね。ここに。ここの値っていうのは今ここの値なんです。リンクしてるんですね。リンクしてます。今これ Bluetooth で。これを押していただくとデータが入る。逆にここを押していただくとこっち側からデータをプッシュする。なのでこちらを手元に置いといて、データ取りたいものを遠くでもいいですし、これが装置のそばにあってデータ取りたい、こっちでこうデータをゲットするとかっていうことができる。よく現場で今値を見て紙に書いて Excel で打ち込んでなんて作業あるじゃないですか。あります。そういうのが全部いらなくなります。すごっ。はい。こちら Bluetooth で無線なんですもんね。ここはつながってますけど、ここは無線で離れたところでデータを取れると。そうです。おお、なんかすごいですね。特徴としてはまずすごく見やすい、暗いところでも見えます。先ほどのこれじゃないですけど、これこうなった時に。もう鏡使わないと無理のね。よく使ってましたよ、鏡。鏡置くじゃないですか。もうこれ分離なので、もう好きなように向けて。わー、すごい。あとこれ回転機能もあるので、例えばこうやって横にも。すげえ。画面がこの部分だけ横にも傾いたり。面白い。こういうような機能ですね。こういう特徴があります。なるほど。これはちょっと欲しくなりますね。はい。ありがとうございます。はい、続きましていつもお世話になっております、OSG さんのブースにやってきました。ご紹介お願いします。はい、ありがとうございます。私ども OSG はですね、皆様ご存知のタップをはじめドリル、エンドミル、チップ交換式の工具なんかやってる総合工具メーカーですので、今回はぜひ私ども新製品ご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで新商品の前にやってきたんですけど、こちらタップですかね。はい、新しい天蔵タップです。天蔵タップ。はい、天蔵タップです。ちょっと前の動画でケロさんが激推ししてたタップと同じものですか？前ケロさんがやってたこちらのタイプ。これのバージョンアップ版をジムトフで発表しましたので、今回これをご紹介します。今回のジムトフ初公開ということですか？はい、ジムトフ初日で初公開でございますので、はい、もう新品ピカピカの新製品でございます。なるほど。どういったことが違うんですかね？そうですね。大きく変わった点はこのコーティングっていうのは大きく変わりましたね。はい。なんかパッと見はなんか普通のコーティングに見えちゃうんですけど、その通りです。違うコーティングが。従来から使ってたコーティングが結構長い間リニューアルされなかったんですけど、そうなんですね。今回は大きく変えましたんで、ここを大きく変えることによって加工スピードも寿命も大きく伸ばすことができますので、具体的にどれぐらい伸びたんですか？そうですね、コーティングだけでいうと約3割ぐらい、30% は伸びるかなというところですね。すごい。はい。天蔵タップを僕は使ったことないのであれなんですけど、すごいケロさんが激推ししてたタップの新商品ということで、これもかなり期待できるんじゃないかなと思います。そうですね。で、この新しいコーティングなんですけども、一つ皆さんにお願いしたいことがありまして。お願い。名前をつけていただきたいんです。コーティングの名前ですか？コーティングの名前をつけていただきたいので、皆様のつけていただいた名前に OSG でそのまま名前しますので。それカタログに載るってことですか？載ります。永久に残りますので、ぜひ皆さんにご協力いただきたいと思います。これ僕も応募していいですか？忖度はしませんけど、はい、OK です。大丈夫ですよ。ちょっといいのが思いつけば、はい、ぜひぜひ。はい、OSG さんは総合工具メーカーということで、いろんな工具を取り扱ってるわけなんですけど、こちらはなんか特殊ということで、ちょっとご紹介お願いします。はい、こちらの工具、私どもが3月から展開してます 6COSG という高製材用のエンドミル、
工具のブランドになります。ちょっと何言ってるかわかんないですね。そうですね。鋼製材、脆い、硬くて脆い材料用の工具。その通りです。具体的に言うと、硬くて脆いものは、例えば調光もそうですし、石英ガラスだとか、ファインセラミックの関係っていうのはこの鋼製材に分類されるので、この加工用の工具だと思っていただければいいです。まあ硬いくて脆いってことは、割れたりすることがあるわけですね。そうです。なんでこれまではどうしても研磨だとか、放電になってたんですけども、それを切削化しようということで、展開させていただいている工具になります。切削加工できる工具ってことですか？できます。こちらが工具です。こっちですか？はい、こっちです。ちょっともうパッと見工具に見えなくて。そうです。径が小さいので。これなんなんですかこれは？ダイヤかなんか？あ、そうです。PC でダイヤです。ダイヤか。竹師匠ダイヤ。はい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 。で、刃先が実はこんな形してます。めっちゃ刃数がある。そうですそうです。3ミリの工具で、エンドミルだと25枚刃。25枚刃になるので。聞いたことないなんかフェイスミルみたいな。そうです。フェイスミル的な。この小ささで。はい。なので非常にですね、これまで切削がそもそもできるっていうところもそうですし、より能率も上がるっていうところがありますので、そこは売りです。面白い。なんか本当にいろいろやられてるんですね。そうです。はい、この辺りは非常に変わったところになりますね。今まで OSG にはない工具ですね。面白い。またなんかいろいろ出されると思うんで、チェックしてみてください。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。三菱マテリアル株式会社さんのブースにやってきました。なんか今パッと思ったんですけど、なんか名前の上にダイヤエッジって書かれてあって、これ前からありましたっけ？はい。こちらはですね、我々三菱マテリアル株式会社加工事業カンパニーがですね、製造販売する切削工具の製品ブランドとなっております。ブランド名がダイヤエッジということでございます。なるほど。他の工具だったり、チップだったり全部ダイヤエッジブランドに統一されているという。はい。我々ダイヤエッジブランドを展開しておりまして、まだまだ認知度が低いところではございますけども、ぜひ皆様に覚えていただきたいと思います。なるほど。まあダイヤなんで覚えやすいですよね。はい。では続いて製品の詳しい紹介をさせていただきたいと思います。はい、というわけで製品の方を見ていくんですけど、なんかもう見たことないなんか変わったエンドミルがありますけど、これは新商品ということですかね？はい、こちら、先月10月に、発売した新商品チップブレーカーエンドミルになります。チップブレーカーエンドミル。はい。こちら見ていただいたら分かるように、ニックが、先端から後端までニックをつけた形状のチップブレーカーエンドミルになってます。ニック付きのエンドミルなんですけど、なんか多くないですか、数が？そうですね。他社すでに出されているものに比べるとかなり数の方は多くなってまして、 そうですよね。その分切りくず分断性が高くなってます。切りくずを細かくしてくれるってことですよね。はい。どういった特徴があるんですか？従来品ですと、チップブレーカーがないもので加工してしまうと、加工後の機械内にこのように切りくずが堆積してしまうんですけれども、こちらニックがあることで切りくずがクーラントで流されることで、チップコンベヤーまで運ばれるので、最終的にお客様は切りくず処理をする必要がなくなるというメリットがございます。掃除が楽になるってことですね。本来、従来品であればチップがそもそも重たくてクーラントで流れてくれないんですけど、それを細かく分断することによって、弱い少ないクーラントでもきれいに掃除できるよっていう工具と。はい、続きましてこちらはフェイスミルだと思うんですけど、これも新商品ということですかね？そうですね。材質が新しくてですね。材質が。はい。こちらのインサートがMV1020 というシリーズのものになっております。はい。どういった特徴があるチップなんですか？ですね。次世代のシーブコーティング技術を適用した新しい材質になっておりまして、これを適用いたしますと、今まで達成し得なかったこのアルミチタンナイトライドのアルミの量をものすごく上げることができるという。でこれによりまして切削性能がもうぐっと上がるという特徴がございます。試作材は何になるんですか？何でもいけますけども、特にいけるのが、合金鋼ですとか炭素鋼、要は鋼系のものだったりですとか、はい。であとはダクタイル鋳鉄、これを強く推奨いたします。はい。具体的にどれぐらいその従来品より良くなったとかっていうのは？ですね、加工事例によっては5倍とかそのぐらいまでいったりします。そのぐらい革新的な技術を適用しているものになります。はい。回転を上げれるようになったんですか？速度も上げれたりはします。このコーティングを適用することによって耐摩耗性も上がってますので、寿命も長くなったし、加工時間も短くなったと。はい。すごい。
なんかパッと見は普通のなんかコーティングに見えるんですけど、最新の技術が最新の技術、この詰め込まれたんですね。なんとも見えないコーティング見た目ですけども、ものすごくここに私たちの新しい技術が結集してます。すごい。なるほど。お高いんですか？いや、そんなことはないと思います。その分と言いますか、性能がものすごく上がるので、きっとコストパフォーマンスはいい方向に行くものだと。そうです。そういうことね。なるほどなるほど。はい、続いてまたチップになってるんですけど、これもなんか新しいんですか？はい、新しい当社が自信を持って出す材種です。はい。なんか申し訳ないですけど、よくある今まであったようなのに見えちゃうんですけど、最新の技術がまた詰め込まれてると。これもそうですね。こちらにありますスーパータフグリップと呼ばれるスーパータフグリップ、名前がいかにも強そうな感じですけど、なんか強そうなグリップ感がありそうな。そうですね。コーティングの間をコーティングとコーティングを強固にこう密着させる技術を適用することによってあらゆる加工でも剥離をしないでこう安定して加工ができるようにと。なるほど。コーティングだけ剥がれちゃうとよくありますもんね。そうですね。それがないようになってると。おっしゃる通りです。なるほど。はい。具体的にはどういったものに使われるものですか？こちらの材質は鋼加工用に向いておりますので、合金鋼ですか、もう一般的な鋼であれば、はい、ありとあらゆる加工に対応できます。なるほど。はい。これも長寿命。そうですね。耐摩耗性が。耐摩耗性も上げてます。特にですね、このコーティングに含まれる酸化アルミニウムというものがあるんですけども、この技術を特に今回大幅に改善いたしましたので、そうすると切削速度もぐんと上げて寿命も伸ばせるという。いやなんか感覚的には、さっきのアルミナのコーティングをこれにもやったらそれでいいんじゃないって思っちゃうんですけど。違うんですか？そういうわけにはやはりこういう鋼の加工にはそれに合った専用の材料設計があるので、またしかもあっちはフェイスミルなんで断続切削で、こっちは旋盤用ですもんね。だから連続切削になってると。求められるものが違うので、それに合わせた材料設計をしてると。なるほど。いや勉強になりました。ありがとうございます。はい、続きましてイノビスさんのブースにやってきました。こちらはパワースーツという感じでいいんですかね。そうですね。我々イノフィスと言いまして、東京理科大学の先生が作った会社なんですけども、そうなんですか。こういったこれ、今こうやってなってるとよくわかんないと思うんですけど、背中に背負って、腰の負担を軽減するアシストスーツを作っているメーカーになります。アシストスーツ。はい。なんか電気式だったりとかすると思うんですけど、これどういった仕組みのものなんですか？僕らのはこっちのタイプはここの背中に人工筋肉というのが入ってまして、特に電気とか使わずにアシストをしますと。でこっちの方はここにガススプリングが入ってありまして、どちらも電気を使わないで体のサポートをするアシストスーツを作っておりまして。バッテリーとかじゃあいらないってことですか？いらないです。なるほど。ちなみにこれ今つけさせてもらうことができるんですかね？大丈夫ですよ。そうなんですか。じゃあちょっとつけさせてもらって体験してみたいと思います。少しこれで屈伸とかしてもらうと、こう引っ張り上げられるような感じになると思います。これね、どう伝えようかな。絶対伝わらないと思うんですけど、これをこう矯正してくれるみたいな体の動きを。でこことここで背中のバネが伸びるので、伸びた分引っ張り上げてくれるんです。なので効果2つあって、1つは皆さんがイメージするそこにもありますけど、重いものを持ち上げる時の腰の負担が軽減します。軽減されるの。もう1個は案外皆さん知らないのは、前傾の姿勢だけで腰って疲れます。こういう姿勢が楽にできます。で今少し体を前傾してもらうと上に引っ張ってくれるので、それが楽に維持できます。常に後ろに引っ張られているような感覚があります。なるほど。このももパッドっていうのは何かっていうと、この手の代わりなんです。腰が辛い時ってここに手を置くと上半身楽ですと。なので人って体が危ないな、もしくは疲れたなってなったら結構ここに手を置いて一休みすると思うんですけど、ここに手を置いちゃうと手が使えないので仕事ができない。なので代わりにこいつが同じことをしてくれるので、両手を使いながら同じことができる。なるほど。なんか装着感ありますけど、全然不快な感じもなくて動きやすいですね。で自分では見えないですけど、この背中に人工筋肉が入ってて、背中に人工筋肉って何ですか？これですね。このメッシュの中になんか入ってると。で空気はここに溜まっていくんですね。で空気を抜くとこれゆるゆるなんですよ。でこれ空気を入れれば入れるほどバネの反力が強くなっていくんですね。空気っていうのはこれで入れるだけ。
別にコンプレッサーとかなしではなもくていいでいけるんですか？す。でしゃがむっていう状態はこのももパッドがこういう状態なので、ここが今見ててもらうと引っ張られた分戻そうとする力が発生するので、これで体を引き上げて。すごい。まあ電気も何も使わないっていうのはいいですね。そうですね。でありながら補助力が、こちらのタイプ最大で25キロの補助力出るんですけど、25キロ。25.5キロの補助力って世界中探しても多分うちより強いのって1社ぐらいしかなくて、あ、そうなんですか。その会社の製品は250万とか300万ぐらいするんですね。だからもう25キロの補助力ってめちゃくちゃ強い。そうなんです。これちなみにおいくらなんですか？これでね、13万6000円でが税抜きなんですけど、税込みでも15万以下。なんかいろんな作業するんで、あったらいいですねこれ。そうです。でしっかりとこう腰を落として持ち上げる。何キロですかこれ？これね多分ね2、30キロぐらい。結構重いです。じゃあで腕を伸ばしたまま腰で持ち上げるようなイメージですね。腰で持ち上げる。はい。で多分あんまよくわかんないと思うんですよ。あんまよくわかんない。で一回下ろしてもらって、で一回立ってもらって、でこれ外すとアシストがなくなるので、この突っ張りがなくなるわけですね。そうです。これがいつもの自分の状態です。はい。なんで持ち上げられると思うんですね。ただできないことができるようになることはないんですけど、いつもできるんだけどあるときついみたいなことがこれを使うと楽にできる。楽ですね。本当に腕とか変わんないんですけど腰が楽になる。全然違いますこれ。伝わらないと思いますけど、全然違います。音もしないので本人も気づかない。でこれ気づかないっていうのはそれだけ自然にサポートしてくれてるので、つまりなんかそのストレスなく使っていただけるんです。これはいいですね。ありがとうございます。はい。はい、というわけで、ジムトフ2022 4年ぶりのね展示会ということで、非常に面白かったです。正直ね見切れなかったんですけど全ては、いろんなところを見させていただいて、日本にもですね、自動化の波っていうのは実際来てっていろんな企業さんが工夫して、この問題にどうやって取り組んでいくかっていうのが、肌で実感できたかなと思います。あとはですね、4年ぶりということでいろんな会いたかった人に会えた人もね多かったんじゃないかなと思います。でこの動画に関してはですね、日本物流新聞社オンラインの提供でお送りしました。概要欄の方にリンク貼ってますんで、気になった方は見てみてください。ご視聴ありがとうございました。